こんにちは。本日はフリーレント知ってますか？フリーレントを使ったコストの圧縮法について説明したいと思います。ご説明したい内容は3点。フリーレントとは何ぞや、どういう、企業におすすめなのか、そしてフリーレントの注意点という3つをやらせていただきたいと思ってます。よくですね、フリーレントという話は聞くことが機会が増えてるかなと思うんですけども、フリーレントとは何ぞやというところのまず説明をさせていただきたいと思います。フリーレントはですね、シンプルに言えば、賃料が無料になる期間のことを指します。で、じゃあ賃料が無料になるけどどういうことかというとですね、これもともとはオフィスの移転に対してですね、内装工事をする期間を、オーナーさんがサービスとしてですね、無料にする期間をお付けしますよというのが大体発端だと言われています。どういうことかというと、オフィス借りる方にとってみると、内装工事期間中って賃料がちょっと無駄になってしまったりとか、使うわけでもないのにお金かかるのなんて話になってしまうので、オーナーさんのご厚意で、じゃあ半月から1ヶ月とか2ヶ月とか少し無料にしてあげるので、その期間内で内装工事をしてくださいねなんていうところが発端だったんです。ただですね、近年はそれをですね応用してフリーレントの期間を長くしてぜひご入居してもらいたいですなんていうですね、無料期間を長くする、大サービス期間みたいなものを、設けているような長期フリーレントというのがあるので、今この動画を見てくださっている方は、この長いフリーレントってどういう意味合いでつくのみたいなところがポイントなのかなと思うので説明させていただきたいと思います。長いフリーレントというのはですね、いわゆる部屋の空室が出てしまってなかなか決まんないぞとか、ちょっと立地が悪いから空室期間が長くなってしまうような物件に対してはですね、オーナーさんが積極的に誘致をしたい、なのでフリーレントをつけてでも、来てくださいと、その分安くなりますよ的なイメージとして、早期制約キャンペーンみたいな形で付与しているケースが結構多いです。なので、フリーレントがつくのは実はですね、空室が長くなってしまっている物件だったりとか、ちょっと景気が悪い、オフィスの景気が悪い時とかにはつきやすく、何もしなくてもですねテナントが決まるみたいな時はフリーレントはなかなかつきづらいなんていうのがあります。さて、じゃあどういう人にですねどういう企業におすすめかというと、これオフィスのですね解約予告がまだ残っている企業さんとかにはおすすめです。なぜかというと、オフィスのですね解約というのは大体3ヶ月とか6ヶ月前予告なんていうのがあるので、どうしてもですねすぐ空いてるビルを契約できても、ここにですね二重家賃が発生してしまうんですね。なのでこの二重家賃をなるべく減らす場合には、このフリーレントを活用することで回避ができるよというところがあります。あとはですね、よく、フリーレントっていうのは鳴らし単価なんてよく言われるんですけども、なんていうんですかね、2、3年で移転をして次々拡張していきたいベンチャーさんなんかは、2年で鳴らしたらいくらになるのとか、3年で鳴らしたらどうなるのっていう平均でですね、払う期間がある、平均するとやっぱり比較的安く移転ができるねみたいなことを大事にする企業さんにもこれ向いてます。ただし反面ですね、例えばフリーレントいらないから月額の家賃すごく抑えてよみたいな話に関しては、そういう形はフリーレントあんまり意味がなかったりします。なので、平均賃料で考えられる方は便利。ただし月額の賃料をとにかく落としたいという方は、フリーレントがない物件を選択するのも全然よろしいのかなと思っています。ではですね、じゃあフリーレントいいとこ悪いとこなんとなく分かったけど、フリーレントの注意点って何かというところは、ここは結構あるので注意した方がいいんですけども、フリーレントの期間でも教育費とか管理費はかかります。これはですね、フリーレントの期間っていうのはあくまでも賃料が無料になるよという期間なので、教育費とか管理費、つまり丸々無料にはならないですよっていうのがポイントなんですね。当然ですね、あとご自分で使われた水道や光熱費、もしくは空調費みたいなものはかかってしまうので、ここはフリーレント期間であっても、かかっちゃうよってことは気にした方がいいかなと。で、対義語にですね、カンフリという完全フリーレントというのがありまして、この完全フリーレントだとここの、管理費とか、教育費も無料になります。当然実費がかかっちゃうんですけど、なので完全フリーレントなのか、それとも普通のフリーレントで教育費がかかるかっていうのは、これご契約前とか物件選定の段階で確実に押さえておいた方がいいポイントです。さて、ではですね、フリーレントっていうのはですね、借り主にとっては有利なんですけれども、もう一つポイントがあるのは、短期で解約した場合には違約金として、発生してしまう、違約金がついてしまうよ、フリーレント分の違約金が発生するよというのがポイントになります。これどういうことかというと、オーナーさんも借りてくれたんだったら、少なくとも2年とか最初の契約期間中はいてくださいねっていうような、望みがあってフリーレントで誘致するので、入居してすぐ解約出ちゃうと結局ですね、ただ安くしただけでオーナーさんにとっては
またすぐ募集しなきゃいけないので手間もかかったりデメリットが多いんですね。なので例えば最初契約したら2年間は契約してくださいとか、もしくは2年とフリーレントがもし3ヶ月いたら2年と3ヶ月は契約してくださいという縛りが発生するケースがあります。なので超移転をするですね、超スタートアップベンチャーさんとかで、1年でもう次に行くよなんていう方たちはフリーレントをつけてしまうと、むしろその分が足かせになって違約金が発生してしまうので損をしてしまうということがあり得るので、フリーレントの期間と違約金のセットというのはありよというのはセットで覚えておいた方がいいかなと思います。で最後にもう一つですね、これは補足注意点なんですけども、フリーレントが多分3つきます、6つきます、いろんな物件がありますが、あくまでも契約できるよってなってから、つくので、例えば6ヶ月後にさらにフリーレント6ヶ月ちょうだいみたいな、そういった交渉はなかなか難しいです。なぜならオーナーさんにとってみると12ヶ月何も発生しない期間が出ちゃうというところがあるので、あくまでもどこから起算してフリーレントが6ヶ月とか3ヶ月とかつくかっていうのを考えなきゃいけないので、フリーレントの期間と、会社がですね契約を開始したいタイミングというところをしっかりこれ押さえておかないと、思ったよりフリーレントがつかなかったかなっていうなんて落とし穴もあるので、そこも気をつけていただくといいかなと思っています。今回のまとめは、フリーレントってまずご存知ですかというところと、フリーレントを使ったコストの圧縮法で、向いてる人向いてない人注意点みたいなところがポイントとして、ご認識いただければなと思います。本日はどうもありがとうございました。